はい、宇治江でございますね。今回紹介するこのネクターのパノラマ、これどう見てもかっこいいでしょ。これすごいですね。これ今ね、パノラマの P6 っていう61件バージョン使ってますけど、この他にも P4 っていうね49件のバージョン、そしてここにもありますけどパノラマの P1 っていうねデスクトップ型のやつもねありますね。でね、今ちょっと音を鳴らしてるのは、これ Apple の、メインステージ3というねソフトウェアなんですけど、これねほんとよくできてるのが、これは MIDI コントローラーです。基本的にはでこの、8つのスライダー、9本かのスライダーがあって、ノブがあって、スイッチがあって、でモーターフェーダーがここにあってですね、トラックのねソロとかミュートとか、後で説明しますけど DAW とのマッチングはもう素晴らしいですね。で、このねパッドがこう12個ついてて、トランスポートがあって、ノブがこう8つ並んでいて、なんたってねこの液晶の部分がね、これね素晴らしいのが、今このメインステージ3ってやつ使ってますよね。アナログソフィアズって出てますけど、全くこの完全連動してるの分かりますね。これちゃんとテンプレートをこのメインステージ用のやつを持っていて、ここでパッチ切り替えると、でここのパラメータも全てここにアサインされているという、もうすぐに使える状態。これは本当よくできてますね。素晴らしいですよ。でこれ、トラックを変えるとこのね大まかなところのいろんな音色が変わりますね。例えばピアノを出してみましょうか。スタインウェイグランドってしっかり出てますね。連動してますね。ものすごい弾きやすい鍵盤ですね。こう箱型の鍵盤でね。しっかりとこのパラメーターがここにアサインされてる。クラシックエレクトリックピアノ、完全に音色名出てますね。もう完全にライブですからねこれ。素晴らしい。これよくできてるのがオルガンですけど、これねペダルを踏むと、普通サスティンペダルなんだけど、これペダルを踏むとこのねロータリースピーカーのファーストスローのキーが離すと回転ゆっくりで、ここにねモジュレーションホイールあるでしょ。モジュレーションホイールでドローバーが微妙に変わってくる。もちろんねボリュームペダルももう完全に対応しますね。バッチリ本当に。素晴らしい。これほら音色聞かれても切れないでしょ。しかもモジュレーションがいいところミュート
素晴らしいです。よくできてますね。すなわちここにちゃんと音色名も出て、もちろん自分の音色を登録できますからね、このね、メインステージはね。でそれがしっかりとここに出てくるんで、もうコンピューター横に置いていてもですね問題ないよね。もうここで完璧に制御できるんで。これよくできてる。もうベストマッチングって感じですね。素晴らしい。さてこのねネクターパノラマ DAW との連携はもう完璧にもうなってますね。なんたって見てください。今ねキューベースが立ち上がってますけど、4つトラックがありまして、グルーブエージェントのトラック、グルーブエージェントがこうありますね。グルーブエージェントをこう立ち上がってる状態だと、ここでもちろんこのパッドがガンガン使えますね。見て、グルーブエージェントって出てますね、ちゃんとね、しっかりね。でグルーブエージェントのトラックをこのフェーダーで決めといて、こんなもんかな、こんなもんかな。で次のトラックいってみましょうか。2番目プロローグ。プロローグ出てますね。プロローグのこの感じですね。これですね。でこれでミキサーの画面とか見てみるとこうなってますよね。じゃあねちょっと EQ このローンをちょっといい感じにしたいなと思うんですけど、あんな感じね。この感じいいんじゃない？もちろんこのね、見てみるところちゃんと動いてるの分かりますよね。完全に連動してるね。バッチリですね。いいですね。オーバーハイメンの SMV 次の登録いってみましょうか。インストゥルメント出てますね。これもうちょっと小さくな。パッドショップ。パッドショップはこのパッドの音がこうね非常に優れものですけど、これは大きくてもいいかな。これモーターフェーダーなんで当然トラックを切り替えると、ね、ちゃんと覚えてますね。これバッチリね。これねもうよくできてますね。じゃあグルーブエージェントもう一回録音してみようかな。もちろんこのねトランスポートパネルがちゃんとあるんで、ここにね今クリックありますけど、このクリックのオンオフもちゃんとここでねできますね。クリック入れといて録音状態にしてバッチリですね。いいんじゃない？これストップと、サイクルレコーディングしていきましょうかね。で、ここからここまでにしとこうか。こんな感じにしておきましょうかね。で、もう一回録音してみようかな。どんどんいいねいいね。じゃあベース次のトラックいってみましょうか。これはリアルタイムでいってみようかな。クオンタイズなしでいきましょうか。で、いきます。どんどんいきましょう。オーバーハイム。
チリですね。もう全てのトラックの情報がもうここに現れてきて、もちろんここでねパラメーターも変えられるしね、 EQ もバッチリですねこれでね。でミキサーのところだ、こうミキサーでしょ。ミキサー B を変えるとミキサーもこっち側でもうガンガン変わりますね。スライダーでミキシングもガンガンにしてもらって、だからここでもできるし、ここでトラックを変えながらもできるし、もちろんこれパンですからね、こうやってねパン。いいですね。こういった感じでもうつなげば全部の情報がここに現れてきて、全部表示も現れて、ここの表示がねちゃんと現れるっていうのはいちいち見なくて済むんでね、ものすごい便利ですね。で高級感のあるルックス、このモーターフェーダーなかなかいいな、いい感じですね。素晴らしいね。このネクターパノラマ、音源そして DAW との連携バッチリですね。これはね、このネクターのサイトにあるインテグレーションファイルっていうのを、ダウンロードしてインストールすればもうこう完璧に動くんですけど、さっき紹介したね、Apple のメインステージ3、そして今紹介したこの Cubase はもちろんですけど、ということはですね、Cubase だからもちろんヌエンドもバッチリですね。でね、Logic Pro、これもバッチリにね、完全な連携をしますね。他にもビットウィグスタジオでしょ、リーズン、リーパーとね、素晴らしい。もうそういうファイルがもうバンバンちょっとね多分増えていくんじゃないですかね。 DAW インストゥルメントの連携はもう完璧と言えますね。皆さんもねこのネクターのパノラマぜひ触ってみてください。特にねやっぱり鍵盤のタッチがねとても良いです。でね、このやっぱりその液晶にね全て情報が現れるっていうところと、やっぱりデザインが素晴らしいですね。やっぱ使ってみたくなる、触ってみたくなる感じがもう出てますね。ネクターパノラマでした。